第91回アカデミー賞において最多となる4冠を受賞した映画「ボヘミアン・ラプソディ」の DVD が今も人気を集めています。この映画は特に日本で大ヒットし、2018年の国内映画興収ランキングではナンバーワンに輝き、クイーンの母国であるイギリスをはるかにしのぐ記録を打ち出しました。この動画をご覧の皆さんの中には、この映画によってクイーンの存在を知ったという方もいらっしゃるかもしれません。クイーンはイギリス・ロンドン出身のフレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ、ジョン・ディーコン、ロジャー・テイラーの男性4人組ロックバンドです。アメリカ、イギリス、日本を中心に世界中で最も成功したバンドの一つであると言えます。ウォール・ストリート・ジャーナルが発表した史上最も人気のある100のロックバンドでは第3位にランクインしています。実はこのクイーンが日本とは切っても切り離せない大変深い関係にあることをご存知でしょうか。逆に言えば日本の存在なしにクイーンは語れません。それはどういうことなのでしょうか。これから詳しく見ていきましょう。クイーンはボーカルのフレディ・マーキュリー存命時に計6回の来日を果たし、その6回のジャパンツアーでは全50回のコンサートが行われました。1975年4月に初来日したクイーンは3枚目のアルバム「シアーハートアタック」を発表し、キラークイーンがヒットして世界的にも人気が上昇し始めた頃でした。しかしそれでもまだデビューアルバムリリースから2年目の新人バンドだったのです。1974年から75年にかけて初のアメリカツアーに挑みましたが、それはあくまでも他のアーティストの前座としてのツアーでした。初期のクイーンは当然のことながら他のバンドと同じように母国イギリス、そして大西洋を越えたアメリカ市場での成功を収めるために努力していました。しかし日本ではクイーンが来日する前に注目が集まり、それは今日まで続く日本との深い絆の始まりとなったのです。自分たちの音楽性とステージパフォーマンスに日本のオーディエンスが魅了されていることを知ったクイーンは1975年4月に8日間にわたる日本ツアーの実施を決定します。そんな彼らを日本では1000人を超えるファンが羽田空港で出迎えたのです。クイーンの長年の友人でもある宇都宮和志はその特別な到着を次のように振り返っています。空港に3000人もの人が集まってくるとは誰も予想していなかったと思います。空港にいた人は誰もがこれはビートルズの再来だと思ったでしょうね。そんな日本でのクイーン人気の始まりを宇都宮和志は、当時ロックグループのバンドは主に男性客に支持されていましたが、ミュージックライフがクイーンの写真を載せたことで女性ファンとの新しい世界が開け、日本では男性のファンも女性のファンも共に獲得できたんです。この最初の出会いがクイーンと日本の深い絆の始まりとなり、それぞれがお互いに良い印象を残すことになったのです。1976年に発売されたオリジナルアルバム「華麗なるレース」に収録された「手を取り合って」はサビが日本語で歌われた曲で、ブライアン・メイが日本のファンへの感謝として作曲したものです。この日本のファンにとって特別な曲について宇都宮和志は、日本のファンは手を取り合ってのような曲をクイーンが作るとは夢にも思っていませんでした。手を取り合っての演奏は日本でしか聴くことはできないと思います。当時日本では人気音楽誌「ミュージックライフ」がクイーンを紹介したことにより、彼らのルックスの良さやきらびやかなパフォーマンスに多くの女性ファンが魅了されていました。数多くのマスコミが集まる来日記者会見も開かれ、母国のイギリス以上のトップスター扱いにクイーンのメンバーはとても感激し、日本のファンに対する感謝の思いが強まったことにより、その後の日本とクイーンとの親密な関係が築かれていきます。日本での最初のコンサートは世界的に有名な日本武道館でした。ドラマーのロジャー・テイラーは、日本でクイーンの需要があることは聞いていたので、アメリカツアーの最後に付け加えたんです。ハワイで休暇を過ごした後に日本に行きました。空港に着いてみると、想像していたのとは違う規模で、何千人もの人々が私たちを歓迎してくれていた。普段は受けないような光景でしたね。当時の様子についてニューヨークを中心に音楽活動を続けている松本秀樹氏は、クイーンが来日した時にはまだワールドツアーを観光できるほどのトップミュージシャンではありませんでした。ですが
日本では本人たちも驚くほどにクイーンブームが沸き起こっていて、かつてビートルズが公演した日本武道館での公演をはじめ、全ての公演が大盛況となりました。そのような中で日本で自信をつけた彼らはアメリカツアーに打って出るのです。やはりミュージシャン、アーティストとして成功を収めるためには全米でヒットすることが条件となります。ただし全米ツアーを観光するためには資金が必要です。広いアメリカを回り、自分たちの認知を高めてレコードを売っていくためにはしっかりとしたマネジメントと大規模なプロモーションが必要となります。それを実行するためにはお金がいる。普通のバンドは資金が持たなくて世に出ることがないまま潰れてしまうのです。ですがクイーンがラッキーだったのは、まず日本で売れて日本に呼ばれたことにより日本で活動資金を得ることができ、そこからアメリカをはじめとするワールドワイドなツアー展開をすることができた。もし日本で資金を得ることができなかったらアメリカツアーは観光できなかったかもしれません。もっと言えばその後のアルバムもリリースできなかった可能性もありますと語っています。来日公演を終えたクイーンは1975年10月に4枚目のアルバムオペラ座の夜からの先行シングルボヘミアン・ラプソディをリリースし、全英9週連続1位の大ヒットを記録します。アルバムオペラ座の夜も初の全英1位を獲得し、クイーンに批判的だったメディアを含め高い評価を得るようになっていきました。その後クイーンは1976年にアメリカやオーストラリアなどで次々とツアーを敢行します。そしてまさに名実ともにトップスターとなったクイーンは同じ年に2度目のジャパンツアーで来日を果たしました。2回目のツアーは18日間6都市11公演、大阪や福岡では昼夜2回公演という強行スケジュールの中、日本の多くのファンを熱狂させました。クイーンは1985年まで定期的に日本公演を行いましたが、宇都宮和志によるとバンドは常に独自のアプローチを模索していたといいます。初期の頃は日本全国の都市を回っていて、北海道の札幌に行ったり仙台にも行っていたりしました。そこまで日本全国を回る海外のバンドは少なかったので、日本のファンはとても心を打たれました。日本には海外から多くのバンドがやってきますが、東京と大阪にだけ行って東京以外の都市の文化を見る機会はほとんどありません。しかしクイーンは初期の頃、それも初日から日本を知ろうとしたのです。東京や大阪以外の都市の人々も海外のバンドを見る機会はほとんどありませんでしたが、クイーンは多くの都市を回ることで日本での人気がさらに高まったのです。当時を振り返ると、クイーンが世界のトップスターの座につけたのは日本のファンの力も大きく影響したようにも感じます。その点について松本氏は、実は日本にいる古くからの熱烈なクイーンファンからは、映画ボヘミアン・ラプソディでは日本のファンがクイーンを世界のスターに押し上げた事実やエピソードがカットされてるのではと不満の声を上げている人もいるようなのです。もともとクイーンに実力があったからこそ成功したことは確かなのですが、日本のファンがその才能と実力に真っ先に気づき、日本から人気に火がついたこと、日本人のファンには先見性があったことを描いてくれていたらなお楽しめる映画になっていたと。確かにこうしてクイーンのスター街道をたどると、日本人の先見性見出す力が大きく影響しているように感じます。であるならば海外の逸材の発掘だけでなく、日本国内に存在する逸材を世界に送り出すことも本来日本人が得意とすることなのではないでしょうか。その点について松本氏は、私はニューヨークに住み、日本をはじめさまざまな国を訪れることが多いですが、日本の場合は自分たちの外にある人物や物事を称賛するのは得意でも、自分たち自身を宣伝することは不得意であると感じます。他を応援するのは積極的にであるのに、自らを売り込むのは苦手。もちろんそこが日本特有の奥ゆかしさという美徳でもあるのですが、国際社会、国際舞台で勝負するためには美徳だけでは通用しません。もともと世界の中でも資金力はあるのですから、それを活かせる場を作ることができるのは大きな強みです。資金や視力を上手に循環させることができれば、日本や日本人が持つ先見性を生かしてさまざまな分野で成功を遂げる道が開けてくるのではないでしょうか。そして最近ボーカルのフレディ・マーキュリーの日本愛が改めて理解できるニュースが飛び込んできました。フレディが亡くなって30年余り、その遺品の数々がオークションに出品されたのです。ロンドン市内で公開されている遺品のうち、日本に関連したものはなんと200点以上。1991年45歳の若さで亡くなったフレディ。今回
オークションに合わせて公開されているのはロンドンの自宅で保管されていた遺品の数々です。コンサートでフレディが身につけた王冠や赤いガウンなどの衣装、それにクイーンの代表曲の一つボヘミアン・ラプソディのタイトルが書かれた自筆のメモなど、その数およそ1500点に上ります。遺品を管理していた友人のメアリー・オースティンさんが身辺整理を理由に手放すことを決めたとイギリスの公共放送BBC が伝えました。ロンドン市内にあるオークション会社では多数の遺品が公開され、遺品が一般に公開されるのは初めてだとオークション会社日本美術担当ジョン・アジェティさんは語ります。フレディが木版画を購入していたことやオークションで日本の美術品を落札していたことは知られていますが、その全貌を見たことがある人はほとんどいません。彼がどれほど熱心に日本の美術品を収集していたか、人々は気づいていなかったと思います。先に申し上げましたように、クイーンが初めて日本を訪れたのは1975年4月、2週間近くにわたって日本各地で公演を行いました。アジェティさんは、フレディは日本のファンから熱狂的な歓迎を受けました。彼はファンがどれほど親切に、どれほど丁重に接してくれたかを実感したんです。彼が滞在中に外に出れば、多くの人がフレディに気がつきました。しかし、日本のファンは道路の反対側にいて、彼のプライバシーを侵害することはなかったというエピソードもあります。フレディはそうした出来事に信じられないほど感動したんです。その後、フレディはプライベートでも日本を訪れ、各地の美術館やギャラリーで着物や帯、陶磁器、木版画、漆塗りのアンティーク家具などを大量に買い求めたといいます。アジェティさんは、1986年にプライベートで日本を訪れた時には、かなりいろいろな場所に行ったことが分かっています。九州の美術館を訪れたり、輪島に漆器を買いに行ったりしているんです。フレディは日本や日本に関係するあらゆるものを愛していました。唯一の例外は、彼が生の魚が嫌いだったということです。寿司と刺身は唯一食べられませんでした。それを除けば、彼は日本文化と日本人が大好きでした。明治時代から20世紀初頭の日本のアンティーク木版画の分野では、イギリス最大級のコレクションを所有しているとも言われていたフレディ。数々の遺品の中でも特に目を引くのが、色鮮やかな着物です。アジェティさんは、フレディの着物に対する愛情は、日本美術に対する深い理解を物語っていると思います。特にこの着物には強いこだわりを持っていました。彼がステージで動くと、長い袖がとてもドラマチックに見えるんです。オークション会社では今回、遺品の中に日本関連のものが多く含まれていたことから、日本に恋してと銘打って他の遺品とは別に日本に関する遺品だけを集めたオークションも開いています。アジェティさんは、フレディは美術学校に通っていたことがあり、ファッションにも精通していました。それが彼の日本美術特有の細かい技術への評価につながったのだと思います。彼は日本の芸術の質の高さをとても評価していました。木版画も着物も漆器もたくさんあります。日本語の歌詞を含む楽曲を制作していたことでも知られるクイーン。今回オークションに出される遺品の中には、その歌詞をフレディ自らが書き残していたメモもあるといいます。アジェティさんは、今回出品されるものの中には彼の書いたラ・ジャポネーズという楽曲の歌詞もあります。手書きの歌詞はローマ字で書かれていて、彼の所有していた本の中には日本語の辞書もあったので、おそらく彼はこの辞書を使って日本語を調べ、ローマ字で書いたのではないでしょうか。遠い国のあなたに見せられて、あまりにも美しい夢のよう、ラ・ジャポネーズの中で、こう綴っているフレディ。日本人に見せられ、さらに日本を理解しようと目を向けた日本の文化は、彼にとってのユートピアだったに違いありません。そしてその優れた日本文化の世界に、どんどん浸水していったのでしょう。彼のコレクションの数々がそのことを雄弁に語っています。彼が日本を愛したように、死後30年以上が経っても、その人柄と楽曲は多くの日本人の心に残り続けているように感じます。こうしてクイーンと日本との関係性を振り返ると、私たち日本人の持つ先見性の生かし方を改めて考え直すことができるように思います。以上でこのお話を終わります。この動画が面白いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。